こんにちは、パパチェルです。今日はね、ちょっと魚屋に行く時間がなくて、魚がありません。なので、ちょっと前からコメント欄でいろんな方にやってくれって言われてた凶器の血抜きの道具の解説をやっていこうと思います。凶器の血抜きの道具は全部安く買うことができるものばっかりなんですけど、ちょっと2つに分けて説明していきます。1つ目は100円均一、100均と、ホームセンター、あと魚屋さんで買えるものですね。それをまず説明していこうと思います。でその後、いつも出てくる手術道具、専門道具の購入方法、どこで買ったらいいかっていうのをちょっと説明していこうと思います。それでは始めていきましょう。ちょっとね散らかってて申し訳ないんですけども、まず100均とホームセンターと釣り具屋で買うもの。まず最初に、しめ具ですね。釣り具屋で売ってるのはこのしめ具、結構太い。これ何ミリやろ、1ミリぐらいあるのかな。神経抜きの棒と脳締めのピック、これ確かセットで売ってます。でナイフで締めたり包丁で締めたりすることもできるんですけども、血管をできるだけ傷つけずに締めようと思ったらこういうピックの方がいいと思います。脳だけを潰すっていう感じですね。あとね、たまにめちゃめちゃちっちゃい魚の神経締めをする時用に竿の中に何かを通す、なんか竿中徹くんっていうめちゃめちゃ細い 0.3 ミリぐらいの形状記憶ワイヤーがあるんですけども、それもあると便利です。ちっちゃな魚の神経締めができます。どこ行ったのあれ、すぐどっか行く。ちょっと竿中徹くんは今見当たらないです。釣り具屋で買うのは神経締めワイヤーと脳締めピックですね。次、凶器の血抜きが始まって100均道具で一番活躍するのがこのダイソーのシリンジ、こういうやつですね。これでバルーンカテーテルのバルーンを膨らましたり、送水中に圧をかけたりっていうのができます。これね、これも見つけたら買い占めるようにしてます。全然何回も使えるんですけども、このゴムが劣化してスムーズにこれが動かなくなったら交換するようにしてます。次が腹大動脈から血抜きする時によく動画に出てくるこの、点滴バッグ、上に置いてるやつですね。これは100均のなんていうんやろ、こういうのなんて言うんでしたっけ、出てけへん。タッパーの大きいやつに穴を開けて、ホームセンターで買ったこういう口をパテで固定してるだけです。穴開けるのもプラスドライバーとかでグリグリして開けただけですし、パテもホームセンターで買ってきた安いやつです。耐水パテですね。でそこに刺してるこのシリコンチューブ、これホームセンターでなんか水道のホースとか売ってるところに売ってます。でこの先、これは実は100均のちっちゃなシリンジの先です。このさっきのは 20ml のシリンジやけど、こっちは 5ml、5cc のシリンジをここで切断して、でシリコンチューブを無理やりねじ込んで結束バンドで留めてるだけです。僕はね、接続に使うのはほとんど結束バンドです。結束バンドめちゃめちゃ使います。コストコで買ったこれめっちゃいいです。エラを引っ張ったりするのにも使うし、全然なくならないです。一生持つんちゃうかっていうぐらいで、ちっちゃな結束バンドは100均で買ってますけど、こういうのね、こういうのでこういうところを縛って留めてます。これなんでシリンジの先つけてるかっていうと、この三方合線とかがこの100均のシリンジにうまいことはまるようにできてます。でホームセンターで買えるのはこれぐらいかな。もう一つあった。めちゃくちゃ使う、めちゃくちゃ便利なハサミ。これね、もう海でも家でも料理でも凶器の血抜きでもめっちゃ使うんですけど、どこのホームセンターにも売ってます。鉄製とステンレス製があって、ステンレス製の方が高いんですけど、2000円ぐらいです。で全然錆びへんし、めちゃくちゃ切れるし、魚の太い骨とかも簡単に切れます。なので、これはおすすめですね。安いんですよ。これ SK11 って書いてるやつですね。どこのホームセンターにも絶対売ってます。これで100均ホームセンター釣り具屋で買えるものはこんなもんかな。じゃあ次行きましょう。みんなが一番気になってるのは手術器具、これですね。ウェイトライナーって言ったり、回想器って言ったり、リトラクターって言ったりします。医療器具として日本で買うと何万もします。アリエクスプレスっていうサイトで全部買ってます。中国のアマゾンみたいなサイトです。ちょっと見ていきましょう。これがいつも使ってる回想器ですね。回想器で、次に皆さん気になってるのがバルーンカテーテルですね。バルーンカテーテルはこっから先なんですけども、こっから先で、これが三方合線ですね。流してる液体を止めたり、こっちから違う液体を途中から流したりとか、いろんなことができます。これでよく出てくる
こういう解剖道具ですね。一番使うのはハサミ、ピンセットで、細かいピンセットで、絶対使うのがこのクランプですね。クランプ。これもね、100均のクリップとかを改造して全然作れるんで、こんなんを買わなくても工夫してすることはできます。そしたらね、実際アリエクスプレスを見てどういう風に検索したら出てくるかっていうのをやってみようと思います。ネットで調べてもいいし、このアリエクスプレスのアプリがあるんで、それをダウンロードしてやっていただいても大丈夫です。まず回送機、これから調べてみましょう。リトラクターの方がいいかな。リトラクター、あと医療かなって入れると、そうか、機内モードにしてた。はい、こんな風に出てきました。で、これ値段見てもらったらわかるんですけど、めちゃくちゃ安いです。だいたい高くても3000円以内で買えます。中国から届くんで、ちょっと時間かかるんですけど、だいたい1ヶ月以内には届きます。ただね、よくサイズとかを見ないと、とんでもないのが届きます。一回ね、多分間違ってポチったんですけど、何を開くねんっていうぐらいでかいのが届きました。すごいです、これ。で、しかもこれでかい割にそんなに開かないです。多分使うことはないと思いますけど、形とかサイズをよく見て購入してください。次みんなが気になってる、バルーンカテーテルですね。バルーンカテーテルはこんな滅菌パックに入って届くんですけど、ちょっと検索してみましょう。バルーンカテーテル出てきましたね。こういうやつですね。で、太さが6フレンチ、10フレンチ、12フレンチ、フレンチっていう単位の太さで売ってるんですけど、よく使うのは6と10ですね。大きなカツオとかマグロとかやったことないですけども、そういうのように20フレンチっていうのも一応買っておいてあります。使ったことないですけど。で、ゴムでできた、ゴム製のものとシリコンでできたものがありますけど、シリコンの方が高いですけど、シリコンの方が圧がかかりやすいです。ゴム製のものは、ゴムの部分が圧かけてもすごい伸びるんで、圧がかかりにくいですね。なので、シリコン製の方がおすすめです。ラテックス製じゃなくて、シリコン製のバルーンカテーテルがおすすめです。で、最後に三方合線。こうかな。こうや。三方合線で出てこうへん。じゃあ三方合線はちょっとアリエクスプレスじゃなくて Amazon とかで調べましょう。楽天の方がいいかな。楽天で出てきました。いろんな三方合線があるんですけども、なんかこんな風にすごい数届くんで、ちょっとロット数をよく見て注文してください。で、これは失敗したやつ。これね、めっちゃ安かったんで買ったんですけど、安いやつは水圧かけた時に間から水が漏れたりするんですよ。なんせこの青いのと透明の間から、こういうとこから水が漏れたりします。なので、三方合線はちょっといいやつを買ってください。で、僕がおすすめしてるのは、どこで買ったか忘れたんですけども、こんなやつですね。ちょっと1個開けてみますね。もうチューブがついててすごい使いやすいんですよ、これ。一回ちょっとこのバルーンカテーテルとの接続をやってみようと思います。もうできるだけ難しいことはしたくないので、これがバルーンカテーテルですね。で、中にワイヤー入ってるんで、これも抜いて捨てます。で、ここが入り口なんですけども、僕はいつもここをこのシリコンにねじ込んでいきます。こうやって無理やり。結構簡単に入ります。こんな風にねじ込んだ状態で、大好きな結束バンド、これで留めるだけです。これだけ、これだけ、これで完成です。で、さっきの何でも切れるハサミでチョキで、三方合線とこの100均のシリンジの先、これがこうやって綺麗にはまるようになってるんで、これで、材料を入れたりします。こっちはバルーンを膨らます方なんですけど、実際医療現場では水を入れて膨らますんですけども、僕は空気を入れて膨らますようにします。ここにグッと押し込んで、こんな感じで、結構ね、
膨らませすぎて動脈球が破裂してしまったりすることがあるんで、調節しやすいのは液体を入れて膨らました方がいいです。水を入れたり。でも水を入れると中をきれいに掃除できないんで、何回も使おうと思ったら空気の方がいいですね。医療現場ではもう使い捨てのものですからね。でここを押すとこうやって空気が抜けます。でさっきのシリコンチューブの先についてた100均の5ミリリットル 5cc のシリンジの先もここにちゃんとはまります。これでいつも点滴の要領で食塩水を魚に流したりしてます。で途中こっからこう吸い上げてこうやって圧をかけたりしてます。こんなもんかな。全部足しても1万円いかないぐらいです。なのでよく凶器の血抜きセットを作って販売してほしいって言われるんですけど、絶対自分で買った方が早いです。ちょっとね点滴のこういうのを作ったりするのがめんどくさいですけども、こんなんほんまに5分10分あればできますし、これ固まるのに1日かかりますけども、いろいろ工夫すれば自分で代替道具は作れます。あと最近はちっちゃい魚のカニュレーションする時とかにこういうステンレス管の先にレジンで丸みをつけたものを使ってるんですけど、これはさっきの100均シリンジの中についてるステンレス管です。ステンレスで合ってんのかな。この注射器の先ですね。先が刺さらないように斜めに切ってない注射針の先です。でこのレジンもホームセンターで売ってます。 UV の光を当てて固まるレジンとかですね。で手術道具を全部解説してないですけども、こういうクランプとかは解剖セット、別に Amazon とかでも売ってるし、そんなに高くないです。こんなんで、これって釣り具屋で針外したりするやつかな、ちゃんとこうやって止まるようになってるやつが多分500円ぐらいで売ってます。釣りに使う道具も結構使えるものがあります。でピンセットはこのめっちゃ細かいやつ最近使ってますけど、多分最初は普通のこういうピンセットの方がやりやすいと思います。ちょっと説明足りない部分もあるかもしれないですけども、これで説明終わります。これで凶器の血抜きをしてくれる人が増えて、いろんな魚の血抜きをしたり、肺大動脈から味付けをしたりして、新しい料理を作ってくれる人が増えたら嬉しいです。夏休みのね自由研究とかそういうのにもいいと思います。皆さんこれで凶器の血抜きができますので、ぜひご自宅でチャレンジしてみてください。今回の動画はここまで。質問とかありましたら何でもコメント欄で聞いてください。今回はここまで。それでは。ドーナツそうして食べたらもっと痛くなる子。何の歌やねん。じゃびーこびのやくなるよ。